日目、玉の囲い、美濃囲いの作り方。前回の美濃囲いの形は頭に入りましたか？今日はその美濃囲いの作り方を紹介します。最初の局面から進めてみましょう。最初の手は7六歩とこの角道をつける手になります。次に6六歩とこの角道を一回止めるんですね。そして7八銀。これはちょっとね、この8筋からのね攻めにちょっと備えています。7七角。これもね同じように8筋の攻めを備えています。そして6八飛車とこの飛車を横に移動するのがポイントですね。美濃囲いはこの振り飛車ととても相性のいい囲いなんです。その後4八玉、3八銀、そして3九玉、2八玉、5八金左と上がると美濃囲いが完成しました。この後端歩といってこのように5筋のね歩をつきます。これをねもし何か横から攻めてきた時に玉がねこう逃げ道になるような意味があります。そして6七銀とここまでいけば完成と言います。さあここまでの手順でこの美濃囲いの形になればいいんですが、例えばここでですね3八銀というふうにお伝えしたんですが、3八玉とね玉を先に寄ってしまっても大丈夫です。そして2八玉に3八銀と上がって、5八金と上がれば同じようなね囲いになります。手順はそれほどね気にしなくても大丈夫です。ただポイントとしてはですね、振り飛車と美濃囲いをするときに飛車をこう振り忘れて王様をねこのように移動しようとすると飛車がいてね王様が入れないし、この飛車が触れないっていうことになってしまうので、この玉が動く前に6八飛車と飛車を移動させてあげるのがポイントです。それでは今日の考えてみようのコーナーです。さあこの局面を見てください。ここから美濃囲いに組んでほしいのですが、どのように組むといいか手順をちょっと頭の中で想像してみてください。それでは考えてみましょう。いかがでしたでしょうか。この局面は三間飛車になっていますね。先ほどはね四間飛車の形で組み方をしましたが、三間飛車でも美濃囲いに組むことができます。さあそれではこの美濃囲いの組み方です。ここまで玉が来ているので2八玉と玉を寄って3八銀、5八金左とこのように組むと無事に美濃囲いに組むことができました。今日は美濃囲いの作り方のお話でした。手順をその通りに覚える必要はないのですが、飛車を振ってから玉を動かすなどのポイントは押さえるようにしていきましょう。